皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、イスラエル・イランとの戦闘に米軍が参戦しました。トランプ大統領が自らイランの地下核施設などを含む3カ所に対して米軍が攻撃を行い、メッセージを発した時点ですでに領空外へと脱出していることを発表したのです。今回は米軍による参戦について解説していきます。トランプ大統領のメッセージ、フォルドゥ、ナタンズ、イスファハンを含むイランの3つの核施設への攻撃は非常に成功裏に完了しました。すべての航空機は現在、イランの領空外にあります。主要施設であるフォルドゥには搭載爆弾がすべて投下されました。すべての航空機は無事に帰還中です。偉大なアメリカの戦士たちに祝意を表します。これほどの偉業を成し遂げた軍隊は世界中どこにも存在しません。今こそ平和の時です。この問題にご関心をお寄せいただきありがとうございます。今回の攻撃の主軸となったのはアメリカが保有する B2 戦略爆撃機、B2 爆撃機6機がアメリカ本国を出立し、空中給油機が寄り添っていることから、かなりの重武装で飛んでいるものと見られていました。アメリカ本国からグアムを経由し、インド洋のディエゴ・ガルシア島からイランへと出撃するかどうかが注目されていました。作戦計画においてはこうしたディエゴ・ガルシア島からいつ出撃するか、いつ大統領が決断するかといったことが注目されていました。これまでの報道では作戦計画については了承したが、実施についてはゴーサインは出していないとされていたのです。今回攻撃が実施されたことにより、空中給油機などを使って B2 戦略爆撃機はディエゴ・ガルシア島に寄らずそのまま作戦に投入された可能性があります。なお、今回トランプ大統領は3カ所の核施設に対する攻撃を行ったとしています。ナタンズとイスファハンについてはすでにイスラエル空軍による爆撃が実施されています。例えばイスファハンの地上施設はすでにイスラエル軍による攻撃により半壊状態となっていました。これに加えての米軍による攻撃ですから完全に吹き飛んだことでしょう。また地下80メートルにウラン濃縮機器が並んでいるとされるフォルドゥ爆撃後とされる映像がこちら。地上施設については全て破壊され炎上しているものとみられます。問題なのは地下施設の損壊状況。こちらについては続報を待たねばなりません。現在報じられているところによればトルコを仲介してイランとアメリカとの間で外交交渉が行われていたそうです。トランプ大統領が求める大幅な譲歩、核兵器の開発計画を完全に放棄し、そのために必要なウラン濃縮機器などを信頼のおける機関や国の監査のもとに破棄し、今後の再発防止を含めて監視体制をある程度受け入れるようなことを求めていたそうです。しかし、トランプ大統領の満足するような回答は得られず、交渉は決裂し、それに伴って今回攻撃作戦に実施命令を下したと言われています。この報道の信憑性については後に検証されるでしょうが、少なくともトランプ大統領がイラン側の報道に不満を持っていたからこそ今回の攻撃に乗り出したのは間違いないでしょう。イランの最高指導者ハメネイ師は自分が殺害されたことを考えてすでに後継者の選定に取り組んだと言われています。なお今後どうなるかについては当然のようにイラン側がどう反応するかにかかっています。というのも米軍の参戦に伴ってイランの攻撃対象はイスラエルだけではなくアメリカに対しても攻撃する選択肢が生まれました。中東各地には米軍の駐留している基地があります。それらはイスラエルよりももっと近いところにある基地が多く、イランの保有している中距離弾道ミサイルなどで当然射程圏内です。距離が近いことから発射してから到着するまでの時間が短く、当然のように迎撃もまた困難なものです。そうしたイランにほど近いところにある米軍基地に対する攻撃を行えば当然のように、それがまた次の報復攻撃を招くことから戦火の拡大といったものは避けられません。ですからこの後イランがこれ以上攻撃するなと何らかの外交に切り替えてくるのか、それともイスラエルだけではなく米軍に対する攻撃も含めて今後も抵抗し続けていくのかが、この戦火が拡大するかどうかにかかっています。ただ、だからといってこれによって世界大戦へとつながるような話ではありません。というのも現在のところロシアにしても中国にしても一部の人たちが言っているようなブリックス全体でのイラン支援といったものは現在のところ全く動きが見られないからです。また中東地域各国においてもイランを擁護する動きは出ていません。なぜならばイランの核兵器保有といったものは周辺国に対しても
基本的には脅威であり、誰も望んでいなかったからです。もしもイランが核兵器を保有するのであれば、我が国も核兵器は持ちたいとはっきりと述べている国などがあります。例えば、イランの対岸であるサウジアラビアなどもはっきりとこのことについては言及しています。さらに、イランが自分たちの反撃の手段の選択肢の一つとして、ホルムズ海峡を封鎖するなどというようなことを行えば、当然のようにそれに被害を受ける国はさらに拡大します。中東原油に頼っている日本などは当然のように価格が上昇するだけでも経済に大打撃となります。しかし、中東原油を輸入しているのは何も日本だけではありません。インドや中国ですら中東から原油は輸入しており、そうした国に対してもホルムズ海峡の封鎖といったものは喧嘩を売る行為となるからです。それと、現在のところ報じられているところによれば、かつてのイラク戦争などを例にとって、米軍の上陸といったものを想定した話をしている人がいます。ところがトランプ大統領はその件に関して一切言及しておらず、今のところ空軍力によってイランを叩くというヒット&ウェイ戦法に徹するものと見られています。ハメネイ師暗殺について、イスラエル側が要望を出した時にこれを拒否したのは、イランが勝手に潰れる分には構わないが、しかし、交渉相手がいなくなることは、トランプ大統領としては想定していないのでしょう。アメリカの参戦は、イランの核兵器開発能力を全て奪い取ろうとする軍事力行使であり、それ以上については、特に計画はないものと見られます。果たして今後どうなるかは、1、フォルドルの地下施設を完全に破壊することができたかどうか、そしてイランの反応がどうなってくるか、この2つにかかってきます。あなたは今後の展開についてどのようなことを思われているでしょうか？ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓更新に役立ったと思われる方は、他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。また、X のアカウントも運営中です。YouTube では動画にしていない話なども X では話していますから、ぜひともそちらのフォローもよろしくお願いします。また、残念ながらこのチャンネルの視聴数はかなり伸び悩んでいます。このチャンネルの活動を支えてくれるメンバー登録もお待ちしています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。